中にエントリーする11月今仕掛ける割安3銘柄の紹介。銀行セクターと長寿セクターが注目を集めています。注目が集まると割高になりがちで、今エントリーするのは遠慮したいところ。一方で人々の記憶から薄れ、機関投資家が意図的に仕込んでるようにニュースにも話題にも上がらない銘柄があります。過去には石油銘柄エネオスとコスモ石油、物価上昇で値上がる燃料代、国が補助金を出す。いや、その前に燃料に揮発油税を足して、でその税金に消費税を二重課税、そういうのなくせよとか毎日聞いてると国民結構慣れてきてニュースにも見なくなっちゃいましたね。見なくなって株価を改めて見てみると高騰していて、安い時に大量に仕掛けている出来高のボリュームゾーンっていうのがありますね。これと同じように最近そういえばあの銘柄ニュース出てないなーっていうのありませんか？証券番号4502武田薬品、三天製薬、アステラ製薬。僕はこの医療品セクターが静かになって違和感を感じてきています。このチャンネルの投資手法っていうのは人間の心理を読み取り利益を出す方法。損失のリスクはもちろん確認して、細かい業績とか見てもその業界のトップでなければ時間の無駄なんですよね。業績がいいとかだから株価が上がるっていう時代でもないし、結局自分の都合のいい解釈なんですよね。投資初心者にありがちで、下がってる銘柄にエントリーして結局反転せずにこんなはずじゃなかった、今回はたまたま予想が外れただけだよねとか損切りをして資金を減らしていく。僕が言いたいことは、予想っていうのは自分に都合のいい妄想で、今現段階で買いか買いじゃないかそれを判断するだけ。アルゴリズム価格設定が固定化されているのも予想しないため、勝率が 50% 以上だったらそれを無心になって作業すれば資金は増えてきます。ということで僕が今買い時で家族に教えた銘柄を一緒に見ていきましょう。水面下で仕込まれている割安銘柄3選。証券番号4503アステラス製薬。なんといってもこの株に限らず医薬品セクター株の資金が放出していって下げ止まっていないというところ。2年間のチャート確認するとレンジの下限値を抜けていますね。今月に入り出来高が高くなって、今月仕込んでおいたからこれから上げる、そういう工作をしていこうっていう機関投資家の動きが見てわかります。円高と物価上昇のインフレを考慮すると絶対この値段じゃないんですよね。配当金も 3.9% で NTT 日本電信電話を上回る。個人年金として保有しても問題はないです。配当金が高いので株価が変動しなかったとしてもその時間でリスクをカバーすることができます。これなんですよね。勝利が約束されている勝負にエントリーすること。中国4000年前の孫子の兵法でもエントリーの段階ですでに勝負が決まっている、確定している。さあリスクを確認して勝利 50% 以上かどうかは皆さん判断していきましょう。この株価チャートが仕組まれていること、シナリオは目に見えない証券会社で決められていること。配当金、優待総合利回り、時価総額は医薬品なだけあり、国家予算規模の 3.2 兆円。連続非減配年数は24年。配当支払い月は6月と12月。配当利回りは 3.9% と高配当銘柄に入る。100万円の投資だったら1年で3万9000円勝手に増える。これだけ聞くと投資やってない人ってこんなことを言い出すんですよね。働いた方が稼げるしとか、投資ってうさんくさいなとか、マウント取るなよとか、そういう人間をねたくさん見てきました。僕のチャンネルを視聴されてる人っていうのは資産2000万円以上運用する割合がかなり多くて、で貧乏人と距離を置くその残酷な真実っていうのを知ってる方が多いんですよね。お金がない貧乏だと生きるのが精一杯で、教育も環境も性格もつまんないんですよね。つまんねえやつだなーって。お金もない、知識もない、性格も悪い、ほんとつまんねえやつだなーって。ファンの一人とその非公開で会食をしたんですけど、そのおじさんが資産7000万円で僕のなんと10倍以上あるじゃないかっていう感じでしたね。ここではお金持ちが集まっていてコミュニティができれば事務所や会社だってできそうだとワクワクしました。そうそう、配当で何が言いたかったかっていうと、それは労働があなた一人なんですよね。でも不労所得は必要な資金っていうのは増やせる。労働者は増やせないけど投入資金は増やせるってこと。7000万円あれば配当だけでも273万円あり、しかも配当金控除で税制面に優遇されている。会社員に経費とか控除っていうものは存在しませんですからね。社会保険料を含めると 50% は税金と言っていいです。もう江戸時代の五穀五民半分持っていくすごい世の中です。それをみんな知らずにのうのうと生きている。いやもう黙っていった方がいいんですよね。だからその年収400万円と1億で配当金400万円っていうのは手取りが全然違うっていう点、これ分かる人います？配当成功は23年急激に上がっていて、今は 106% となっています。武田薬品と同じ食べる量以上に働く。いやいつか餓死しそうだな。連続非減配年数は24年。これを継続する流れとなり、現金は意外と横ばいの状態ですね。ここ数年は配当は維持していくでしょう。どういう会社かっていうと、日本を拠点とする国際的な製薬会社で、国内の規模で第2位ですね。グローバルな規模で事業を展開しており、国際
際的な製薬市場で重要なプレイヤーの一つとなっている。利益比率は海外が 83% と為替の影響を大きく受けそうですよね。アステラス製薬の商品のラインアップは、がん治療薬、抗生物質、免疫患者の治療薬、頻尿系患者の治療薬などが含まれており、医療の進歩と患者の生活の質を向上させるために重要な貢献をしています。頻尿というのか、僕の個人的な意見として、爽快な気分で人と接している人、その人のそばにいるとコミュニティにもそれって伝播していって、病気で苦しむ人をなくして日本を元気にするっていう投資としても魅力的な会社だと思います。四季報株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うかがわかる。株主構成で第一印象は僕たちが購入できる不動株が 3.0% とかなり少ない。不動株が少ないとチャートにどのような影響があるでしょうか。それはボラリティの増加。不動株が少ない場合、株式の供給が限られているため、株価の変動が激しくなりやすいからです。小さな取引量でも株価に大きな影響を与えることがあり、その結果、株価が急激に上昇または下落することがあります。しかし、3.2 兆円の 3% っていうと960億円で、これを下回る時価総額の企業っていうのはたくさんあります。規模が巨大なため、不動株 3% でも株価変動っていうのはそんなにないと僕は考えています。ここで大切なのはチャートの主導権は特定株の身内にいるっていうこと。アステラス製薬の特定株は 42%。これで株価が変わっているようです。大量保有報告書。本来この報告義務っていうのは 5% 以上の保有で 1% 以上の変動がある場合のみ提出する義務があるんですけど、なんでこの 1% に満たない 0.18% とかの報告書があるのかって僕は疑問に思ったんですよね。それで調べてみました。大量保有報告書の内容っていうのは両参加者にとって注目されていて解釈されています。特に報告書に示された投資家の思考や計画、株式の売却、経営陣の提案、企業の方針変更などが注目され株価に影響を及ぼすと書いてあるんですよね。その結果がこの手前のチャートの図になりますね。出来高は大したことないのに株価は下がっている。つまり売りと買いの争いがなくて満場一致で下げに向かっていること。今回は大量保有報告書がチャートの動きに関与が大きいという観測結果になりました。PER、PBR、ROE、業績、教科書の指標ではなく、正しく読むためには比較すること。PER、株価、収益率は 22.7%。この図を見ると、株価の動きではなく、直角の動きっていうのは決算報告の利益が反映されており、参考にならないですね。ちなみに参考までに言うと、証券番号4502の武田薬品工業が 70.1 倍、証券番号4523のエーザイが 53.6 倍。いずれにしても参考にならない。結構ぶらつきがありますね。ROE、自己資本利益率 6.0%。これは割安なのか。PR から考察するに、医薬品は開発に膨大なコストがしかも年単位でかかり変動が大きい。その結果、その年の利益で指標が決まっている。つまり割安かの判断ができないっていうこと。株式の構成は外国人と金融機関で構成されているので、彼らの動きに同調することが利益を出す方法でしょうね。信用倍率変化、個人投資家が買っているのか、足跡が見える。個人投資家が割安と判断して買っているのでしょうか。見てみましょう。信用買いに集中。やはり割安と感じている個人投資家が大半を占めているのが数値で確認ができますね。さらにこの出来高、2年間で最も高くて値上がりの確信を持って買いに行ってるっていう人々がいますね。機関投資家ならさらに株価を上げに行く上に操作していくので、便乗するなら今のタイミングっていう感じです。チャート分析第2段階。2年間のレンジで出来高ボリュームバンド一番下でこのエントリーができる状態なんですよね、今。物価とインフレを考慮して十分割安の空気は伝わってきます。エントリーされた価格っていうのは1852円。さらに直近は1783円。さらに下げるんでしょうかね。役者は揃っているし、エントリー今かそんな状態。みんなが注目しています。注文価格設定、アルゴリズムの設定公開、ゼロ理論の投資、未来は予想しない。現時点での情報で買うか買わないかを判断しましょう。直近最安値で価格帯出来高で最も高いその1783円でアルゴリズムの価格設定を行っていきます。はい。皆さんこの企画楽しんでいますか？僕はワクワク興奮しています。評価ボタンとシェアボタンを押すとアステラス製薬を買う人が増えて認知されて株価上昇につながると思うんです。そうですよね。認知されるとその銘柄は割高になっていくから一緒に儲けていきましょう。損切りラインは1623円。9% 以上の損が拡大した場合は想定外の事態が起きている。都合よく価格が元に上がるなんていうのは期待しないで機械に任せて売ってしまいましょう。配当により大きな利益が出せたんだったら離脱する準備。1860円。この時点で利益が確
確定している。そこから66円下落したら自動で約定される。人間の欲は目をくらませ、足をすくませる。アラーム1840円で想定通りに上昇トレンドを走ってるっていう可能性があるので買い増しをします。まだ買っていないっていう人、アラーム1770円で買う機会を伺うっていうのも良いでしょう。以上がアルゴリズムの価格設定の考察になります。どの銘柄を選んでどの価格でエントリーするのか、未来に期待しないで今を判断する。皆さんは投資手法で長年やっていることってありますか？次の銘柄にチャレンジしていきましょう。証券番号6301小松製作所。選んだきっかけ、配当成功の低さ 40% で余裕ではないか。製薬会社と比べてかなり安全圏内の配当成功で利回り 4.0% を実現しています。時価総額で安定した出来高もあって割安の指標でもありました。エントリーで最適のタイミングだったので今回ピックアップしたんです。株チャンネルで紹介されて監視していて、ようやくそういう時期に来たなって。皆さんは乗り換える株をどのようにして見つけていますか？チャートでお得か今検討すべきかっていう点について、上昇トレンドの最中であれそろそろ下げてくるかなとも受け取る人もいるでしょうが、指標と株価の関係は連動していて、売上が上がっていくんだけど株価は下がっていくっていう最近乖離が起きてるんですよね。これはさすがに安い。2年間で出来高が最も高くなっているっていうことからも伺えますよね。配当金総合優待利回り、連続配当年数は2年。アステラス製薬とは配当 4% と同じなんですけど、配当成功が 40% なので、余剰資金、現金を削っていない状態。投下資金100万円だったら4万円、1000万円だったら40万円、1億円だったら年間400万円の配当金なので、年収だったら600万円相当の手取りと同じレベル。まさに不労所得っていうのは青天井。ピケティの資本の本を思い出すな。労働者より投資家の方が儲かるっていうこと。みんなが予想していたことなんですよね。そうなんだろうなとは思うけど、この人は200年の歴史から証明したことから、やっぱりすごい資産ってすげえなっていう考えが広まりました。自分が働いてお金持ちになろうって無理なことだったんですよね。仕事せずに1000万稼ぐっていうのは労働者にはできないこと。100万円だって無理です。年金は年々増加していて、余剰資金にも余裕があります。どんな会社か、強みは建設機械で世界第2位、アジアで最も幅広く展開している IT 活用で強み、日本を拠点とする多国籍の機械建設及び鉱山機械メーカーで国際的な規模で事業を展開している企業です。小松製作所は建設機械、鉱山機械、フォークリフト、産業機械、農業機械など幅広い機械機器を製造販売しています。海外の売上比率は 88% でほとんどが海外の利益です。PER、PBR、ROE、業績、教科書の指標ではなく正しく読むためには比較をすること。注目してほしいのは株価収益率である PER ですね。アステラス製薬とは異なり、利益報告が細かいため、株価の変動に対して割安グラフは表現できるはずです。2年間の株チャートと PR の関係を観測していきます。株価は急激に上がっていき、PR グラフにも反映されているのが確認できます。暴落には勢いがあり、パニックで割安水準まで売られている傾向にあります。現在 PR は1年前の水準になって、時系列では割安の安定となります。類似企業の比較、証券番号6305、日立建設が 8.5 倍、証券番号6432、竹内製作所が 8.7 倍、小松製作所が 8.9 倍で、業界水準で言うと標準っていう感じ。指標ではこのリスクっていうのはないので、次に行きましょう。4株主特定株、不動株、時価総額誰と戦うかがわかる。未公開株が発行済みの株式 50% を占める割合。これは比較的高い割合の未公開株を意味します。株式市場で株価チャートの動きにいくつかの影響を及ぼすんですよね。そうなると。それは不動株の制約。未公開株は市場では取引されないため、実際に取引されている不動株が制約される可能性があります。これにより、市場での流通が低下して株価の変動性が高くなります。時価総額が 3.4 兆円あるので、不動株が 9% と少なかったとしても、流動の絶対数っていうのが多いので、株価動きに影響を与えないと僕は考えています。あと、価格の操作。未公開株が多いと、一部の大株主とか主要な投資家が株価を操作しやすくなるという状態になります。市場での供給と需要がバランスが崩れて価格の操作が行われるため株価操作にその影響がある。直近1年間に提出された大量保有報告書はない。といっても 3.4 兆円の報告義務のない 1% 未満でも340億円以下であれば取引黙っていてもいいし 5% では1700億円。なので余計どちらにいつ動くのかな機関投資家ごとにも意見が分かれるでしょう。信用倍率の変化、個人投資家が今買っているのか足音がわかる。完全に買いが優勢の状態でリバウンドしている最中でみんなが買いを進めているような数字に見えますね。10月30日の窓を開けてからの暴落からこのまま上値に切り替わるような出来高。
しかし根拠となる情報が不足しているんですよね。総合評価すると、現時点では買いの判断。皆様いくらで買いますか？これから僕の意見を見ていきましょう。注文価格設定、アルゴリズムの設定公開。なぜこの値段なのかっていうと、暴落以降の最高値が3653円。これをブレイクして初めてエントリーするのが確実な上昇のトレンドだから、この上昇は一時的な機関投資家によるフェイクか、合図なのか、を確認するために3400円でのエントリー、現時点では深追いしない。アラームの設定で3620円でエントリー準備。3549円でアラームの再設定で僕はやっています。3660円でエントリーできたと仮定します。損切りラインは3331円。トレーディング開始は3880円。3.5% 最高値から下落したら利益確定。次のレンジに備えます。以上となります。次はもっと身近でもらって嬉しいっていう株主優待銘柄を紹介します。ちょうどいいチャート形状をしていました。証券番号4917マンダム。選んだきっかけ。2018年5年間株価は下がり続け、2023年11月、さらに 10% 株価が下落。なんていうことだ。配当利回りはついに 3.2%、プラス優待で長期保有の年金銘柄に適しているなとピックアップしました。あとは化粧品っていうのは僕を含め男性の皆さんは買う機会ってあんまりないですよね。化粧品の売り場で立ってるとすごく恥ずかしく感じます。イケメンじゃない。こんなにも眺めていいの？ここに立てていいの？そんな中、商品が頼んでもないのに勝手に届くっていうのはありがたいですよね。僕のことこんなに思ってくれてるんだ。マンダム最高じゃないかっていう感じ。チャートで今買うべきか、検討すべきか、後ほど申し上げますけど、指標は割安。いつ反発してもおかしくない。化粧品メーカーの花王とか資生堂よりも割安でした。それで配当は最も高い。なので、アラーム設定で常時監視をしています。100株は優待と打診買いで持つ場合はあり、価格も12万円でリーズナブル。配当利回りは 3.2%。花王は非減配を40年間継続しているんですけど、意外と利回りが 2.8% と割高ではないです。高配当銘柄ではないです。マンダムの連続非減配年数は2年。支払い付きは6月と12月、権利確定月が3月と9月。コロナでマスクをする習慣が増えて、メイクしなくていいや、保湿の手間が省けるなとか、需要が減った感じでしょうかね。去年は赤字となりました。さすがに増配するムードではないですよね。それでも配当成功は 170% でアステラス製薬が可愛く見てきてしまいますね。大丈夫か？正気か？いつまで持つか？利益を除金、2022年、利益が赤字の時は余剰資金を削って減少していますが、10年は軽く持つだろうし、今年は黒字になっているので、とりあえず当分は心配ないです。財務上この配当成功の高さっていうのは良くないですね。でも株主からしたら、配当金出してくれるから、まあそれでいいんじゃないのっていう。株主優待は自社商品がもらえます。洗顔料とか、整髪料、汗拭きシートなど、これらを使って身だしなみを整えれば、イケメン完了。100株で1セット。それ以上保有しても増えないので、株主優待用に一単元保有して配当も 3% 持っていく。値上がり用に買い増しておく感じでしょうか。PR、PBR、ROE、業績、教科書の指標ではなく、正しく読むためには比較をすること。PER、株価収益率が 29.3 倍。他のチャンネルだったら割高ですけど、本当にそうなんでしょうか？類似企業の比較で言うと、証券番号4452の花王が 61.6 倍、証券番号4911資生堂が 69.2 倍、化粧品業界で見ると割安、時系列で見ると株価における参考にはならないけど、まあ割安になってんのかな。自己資本利益率が 1.4%、他の企業は証券番号4452の花王が 8.6%、証券番号4911資生堂 5.5%、資金効率は3社の比較で最も悪いマンダムが早期改善が求められます。指標ではこの ROE は変えたくない要素のファクター、PBR0.8 倍、これだけは割安。この先未来業績が上がるとか予想するのは疲れるし、自分のバイアスっていうのがあるので、現状買うかとなると疑問が残るこの財務状況ですね。月報株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。株主構成は時価総額が565億円と平均クラスとなり、特徴もない。個人投資家の割合が最も多くて、株主が均等に分かれています。機関投資家は個人投資家を意識して売り買いをするような感じ。特に面白い市場っていうのもなかった。信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡が見える。信用買いが多いんですけど、重要なのは短期間での変化率。これが株価との人間の意識と乖離になるからです。割安と思い買いに走っている個人投資家が多い一方で、さらにもっと下げるんじゃないかって売りをしている人間も 35% いる。どちらにも対応できるように株主優待用に100株持っているのが最適だと僕は思います。
アルゴリズム価格設定、11月8日で買いかを判断していきます。2850円でとりあえず100株買っておけるので、この値段で暫定、損切りライン 9% 以内で1138円、トレーディングの開始、それが1325円、そこから最高値更新して 3.5%、46円下落したら利益の確定、下がり続けるチャート図なので、これ、アラームの設定を1239円にしておいて、下回ったらエントリーを検討しても良いかもしれないし、いずれにしても値上がりというよりは、配当と株主優待で時間でリスクをカバーできるっていう魅力的な銘柄でした。以上がマンダムのアルゴリズム価格設定。株価の未来は予想しない、期待しない。一方で自分の未来には予想して期待しよう。皆さんはライバル意識を持って、こいつに追いついて追い越すっていう快感、味わったことありますか？この動画っていうのはお金問題を解決するために始めたものでした。毎回コメントしてくださる方、メンバーシップで応援してくださる人、ファンと交流して YouTube チャンネル登録者1万人の景色っていうのが見えたんですね。これは日本一高い富士山のてっぺんの景色。こうやって画像で見ると実際に登る体験、画像で単純に綺麗だっていうのと実際に登って体験するとめっちゃ感動するじゃないですか。同じ情報量なんですよね、それくらい。登ってる最中は辛いし、めんどくさいし、もうこんなことしてていいのかって、もっと家で作業したいみたいなアニメがあるって。でも山頂の目的を達成して、結局やってよかったなっていう価値観を動かす感動。それが体験。この世界を再び生きることに感謝していて、悪あがきした人生を今度は送ります。人間は貪欲でさらなる幸せを望むんですよね。ファンと作り上げるチャンネルとかコミュニティを作って足を引っ張る友達なんか切り捨てて一緒に成長する物語を見ていかない？いや、チャンネルのコミュニティが成長して幸福を研究するメンバーに参加していかない？っていう。幸せっていうのは精神学上3つに構成されています。経済的ね、自由、お金ですね。あとは健康、あと居場所、人間関係。VTuber が投資をテーマにしてここまでの規模になるっていうのは僕もその業界も誰も思っていなかったことです。もともとこのチャンネルは家族と株の話を共有して僕たちだけがお金持ちになっていけばいいやと思って株の話を始めたのがきっかけです。すると急激に伸び始めてチャンネル登録者数が1万人を超えてファンも増えてメンバーシップも200人を超えました。VTuber だから成功したのか？投資をテーマにしたから登録者が増えたのか？ファンからは引きつけるものがあるとか共感するとかコメントが。直近の目標はチャンネル登録者数1万5000人、メンバーシップ料を500円に改定して週1本僕が取り込んでいる事業の話をします。最終的には投資 VTuber を束ねる事務所を作ってオムニ戦略でチャンネルの経済圏を作る。VTuber 事務所2時3時フォローライブが労働者の娯楽に対して顧客ですよね。僕の事務所が資産家の娯楽とか本来人間が成長を楽しめる投資と期待提供するコンテンツを提供できることを僕は妄想しています。なんでそこまでね、株やっとけば専業でやってるんだったら働かなくていいじゃんって思うと思うんですよね。僕も2年ぐらい遊んでたんですけど、人間暇になると不幸になる。本当です。これは進撃の巨人のケニー・アッカーマンがみんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだ。みんな何かの奴隷だった。暇になるから他人と比較して自分で勝手に不幸になる。暇だから学校でいじめが起きている。大人になるといじめがなくなる。それは利口になったというよりは忙しくなったから。孤独な人って寿命が短いし、会社員より社長や経営者の方が寿命って10年20年長いんですよね。いかに会社員がストレスを抱えているか、退職して一気に老ける人っているんですよね。それは会社っていう組織に属している、家族がいる、そういうコミュニティに属している人は幸せの脳内物質であるオキシトシンがあり、生きる理由がエネルギーとなり、人々に注ぎ込まれる。きっと人間の意識には生きるエネルギーっていうのがあって、注目を浴びるとより活力が増す。だから僕が急にやる気を出てくる。会社員より社長の経営者の方が寿命は20年長いっていうのも人から必要とされていることだと僕は経験しています。だから毎日暇だからゲームをしていてもいいのに YouTube チャンネルを運営するのはみんなから生きるエネルギーをもらうため、メンバーシップの親密なファンのコメントとか行動を変えたのを目の当たりにすると、僕がエネルギーを与えたんだな。お互いに自分にない栄養素が循環しているでしょうね。ツイッターで見かけたこの人、なんかチャンネル登録者数個性そうですよね。面識も何にもないんだけどね。目標はあった方がいいから。さあ、僕は VTuber で株式のテーマするチャンネルだったら後発のチャンネルです。さて、追いつくことができるんでしょうか？面白いですよね。チャンネル育成ゲームのようで人生楽しんだもの勝ち。車でこのチャンネル例えるんだったらトヨタ GR86 だとしましょう。みんな自分が主人公の車に乗っている主人公になったヒロインになったことって想像したこと
ないですか？ワクワクしますよね。妄想何回しましたか？庶民のスポーツカーで、ライバル車はターボとかミッドシップ 4WD で、相手が圧倒的に実力は上。同じ2リッタークラスでターボで武装したシビックに仕掛ける限界ギリギリのプッシュ。2リッター NA のトヨタ86がありったけのパワーを振り絞って前進。他人と比べて自分を追い込んじゃダメで、楽しむ娯楽として余裕を持つこと。それが楽しむと同意義の意味でしょう。チャンネル登録者数1万人っていうのは上位層 3%。とりあえずこの人の規模を超えていきましょう。チャンネル登録者の差は、僕が1400人で、相手が12800人。相手の方が資産運用額も先行マージンも有利です。しかも僕は動画投稿も週に1本が限界。でも越すことはできる。だからチャンネル登録者してコメント、高評価、シェアボタンで手伝ってほしい。せっかくこの肝まで来て大きくなったんだから、みんなを巻き込んでコミュニティ集団知能として能力を引き出す。そこら辺の VTuber と格が違うぜっていうのを見せつけてやる。今日が一番の自分。明日さらに成長していく。もっとだもっと。行くとこまで行く。今日もビジネスとお金について考える投資のつめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株に情報を教えて家賃を免除してもらうチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚を掴んで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん遊び仕事も全力楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。今回は動画チャンネルに対する実況っていうのを長めに行っていました。なんでかというと、株と関係ないチャンネルことを行っても、視聴維持率っていうのは低下しなかったんだよね。だから僕のチャンネルの物語をも楽しんでいっているっていう人が多いなと感じたからです。皆さんも頑張っていることありますよね。みんなのその行動が僕やコミュニティの活動をどう変えていくのか、世界をどう変えていくのか、2時3時、フォローライブ、そういう事務所を作るくらいの規模になってしまうのか、大人になっても諦めない思考を持つ。それが子供っぽい。子供ままでいるっていうこと。空だって飛べる。なんだってできる。ストレートエンドに待ち受けるのは東風祭り交差点。タイトな直角コーナー。思い切って突っ込みました。バランスを崩しながらもコーナーをクリア。まさに限界ギリギリのプッシュが続く。緩い S 字カーブを抜ければホームストレート。フィニッシュはすぐそこです。